ポイント、バター入ります。同量ぐらいの茹で汁加える。余熱で、うわー、いい状態ですね。はい、こんにちは、シェフのハビオです。今日はカッチョペペを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ペコリーノチーズ、胡椒、バター、ホタテ、枝豆です。はい、それでは今日はホタテと季節の枝豆を使ったカッチョペペを作っていくんですけど、そもそもカッチョペペっていうのはイタリア中部のラツィオ州のローマの三大パスタって言われていて、カッチョペペ、カルボナーラ、アマトリチャーナの中の一つのパスタです。でこのパスタっていうのはちょっとチーズを使っていくので分離したりとか意外と難しかったりするので、そこのポイントを押さえてこれから早速作っていきます。はい、それでは今日は材料カットがないので早速麺から茹でていくんですけど、そもそもカッチョエペーペだったりとか、カッチョエペーペって呼ぶんですけど、このパスタは何なのかっていうと、カッチョっていうのがチーズでペペっていうのが胡椒なので、シンプルに言ったらチーズと胡椒のパスタっていうことなんですけど、これはチーズはローマの特産のこのペコリーノロマーノチーズっていうちょっと羊から作られた塩気がかなり強いパスタなので、しょっぱいんですよね。なので今日は茹でていくパスタは太麺がおすすめで、僕はスパゲッティ茹でていくんですけど、ローマだとトンナレッリっていうかなり太麺の手打ちパスタでやっていくのが、ローマの作り方です。で早速パスタを茹でていきます。でパスタを茹でてる間にソースを作っていくんですけど、今日大事なのは、このお湯が2リッターに対して20g なのでマックス 1% の塩を入れるっていうのがポイントです。それ以上入れちゃうとこっちのソースがペコリーノかなりしょっぱいので、もう 20g にするっていうのがまずポイントです。でソース作っていきます。でまずはアルミフライパンにこの粗めの胡椒を、とにかく粗めがポイントです。でチーズの胡椒のパスタっていうぐらいなので、最初にここでフライパンを加熱して軽くいってあげる。で香りが立ったところに次のバターを入れるっていう工程をするので、まずはですね、弱火でじっくりこの胡椒の香りを立てていきます。で胡椒の香りを立てている間にペコリーノチーズすります。でペコリーノチーズはだいたい1人前で 15g ぐらい最低入ってれば大丈夫です。でこのチーズは、ペコリーノチーズ手に入らない場合はですね、パルメザンチーズでもいいし粉チーズでやっていただいてもいいんですけど、やっぱりこのペコリーノチーズが入るのがカチェペペなので、ペコリーノってとにかく塩気が強いので、プロの方はこのペコリーノとパルミジャーノレッジャーノ半々でやる方もいるし、そういったローマっぽくした方はこのままペコリーノチーズってやったりとかで、なかったら全然粉チーズでも大丈夫です。はい、それでは今弱火で温度を上げてって、ちょっと煙が出てきたんですけど、胡椒の香りがすごいいい香りが立ってきました。そうしたら今日ポイント、バター入ります。でバターがですね、有塩と無塩あると思うんですけど、おすすめは無塩です。これもペコリーノチーズがしょっぱいから無塩ですね。でバターをまず溶かす。でもバターが溶けてしまったらそのまま茹で汁入れてソースっぽく しちゃう方もいれば、焦がしバターみたいにしっかりする方がいるんですけど、これはもうどちらでも大丈夫です。で今日はこの溶けたバターの中にホタテソテーしていきます。1人前なんで3個ぐらい。あとは季節の枝豆ですね。これは塩茹でして剥いたもので、軽くホタテに塩して、でバターを溶かしながらホタテソテーしていきます。で今バターが溶けた状態、まだ焦がしバターにはなってない状態ですね。でちょっとホタテはこのバターを回しかけて、で今バターも軽く色もついてきたので、ホタテが硬くなりすぎちゃうのでちょっとバットに上げときます。今日このバターの量多いと思わないですか？かなり
多い量が入ってるんですけど、そもそもバターっていうのは 80% は油脂油なんですけど、 20% は水分でできてるので、加熱すると見てください、この泡の状態、これ水分が入ってるからこの状態になるんですよ。でこのバターが多めに入ってるからこそ、このチーズを最後加えて混ぜ合わせた時に分離しづらくなるんですよ。これは水分が入ってるからです。でバターのいい香りもして、ちょっと焦がしバターになってきたら、ここで同量ぐらいの茹で汁加える。そうすると見てください、完全にこのとろっとしたソースができてます。ここで茹で汁の塩分もたくさん 1.5% とか塩多めに入ってたら、この中完全にしょっぱくなっちゃうから、今日は塩分濃度も抑えてバターも無塩で使うっていうのがポイントです。でこれで茹で上がりまで火を止めておきます。はい、それでは麺が茹だったので合わせていきます。でこれから仕上げしていくんですけど、今日のこのパスタのもう一個ポイントは、今日12分茹でのスパゲッティなんですけど、今11分前ぐらいです。気持ち固めで揚げて、最後にここでもう一回加熱して、でバターのソースもうとろみが今ついてるんで、ここで1分ほどですね、スパゲッティとこのソースをなじませる。で馴染んだところに最後チーズを入れると分離がさらにしづらくなります。で1分ほど炊いていきます。で最後は強火でソース炊いていく。ソース炊いてパスタとなじませる。だから究極このカチョイペペの作り方は、もうこの今ペコリーノチーズ入ってないけど美味しそうな状態になってるのがポイントで、ここでしっかり沸いた状態を作ってあげて、パスタからも軽くこのでんぷん質を出してとろみをソースとなじませて、で今1分ほど炊いた状態、今ジャストアルデンテです。でこのとろっとした状態作れました。そしたら先ほどの焼いたホタテを戻して、ホタテも戻しました。で火を切ります。火を切ったところに最後ペコリーノチーズで余熱で混ぜ合わせる。そうするとですね、このペコリーノチーズがいい具合に溶けていくので、ぐるぐるぐると混ぜる。で余熱で火を入れるって言うんですけど、この混ぜた時にここから熱気が出てないとダメです。でこれが熱気が出てなかったら温度が低すぎる。で混ぜていくと、それでもちょっと今重たい状態になったので、そしたら茹で汁を軽く足して調整する。調整して火はかけなくて大丈夫です。軽く湯気が出てる状態だったらこのままもう余熱で、うわーいい状態ですね。で今最終的にこのチーズが絡んでトロットロの状態になったので盛り付け入ります。はい、これでホタテと枝豆のカチョイペペ完成です。はい、いただきます。うん、もうザ・イタリアのカチョイペペの味ですね。味わいはもうチーズの濃厚こってりソースって感じなんですけど、これにやっぱり胡椒がたっぷりかかってるからこそ味わいのコントラストが作れて本当に美味しいです。で今日は伝統的なローマのカチョイペペに季節の枝豆とホタテを合わせたようなものになったんですけど、このチーズの濃厚なソースと白身魚って結構相性がいいので、ホタテだったりとか結構淡白なものを合わせると、タラとか、白系の魚ですね、合わせるとすごく相性がいいです。あとこの枝豆も豆類とチーズって結構伝統的な組み合わせで、そもそも相性がいいものなので、この豆系のものも入れるとすごい相性が良かったりしますね。はい、ごちそうさまです。今日のこのカチョイペペなんですけど、
濃厚なチーズ好きの方是非作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。